ここに何かこの社会にこういうふうな何かがあって、このものをもっと発展させるためには誰かを一人人間を作らないか。その時に誰かを作る。絶対無限は誰かを作ろうと思う。それはどうするというかというと、絶対無限はね、これは物質ってありませんからな。だから絶対無限が思うってわけにはいきません。だからそういうのに都合のいいように人間っていうのが作ってありますからね。ここに父というのが、ここに母というのが、この二人にお前らはとにかく人を一人作れと、こういう運命を与えます。そうするとその人の運命を与えられたと思わないでいて、そして知らん間に生活しているうちに運命になってしまう。これはね、親の肉体部分から肉体を作るんだから、これは誰考えたってが出ていきますよね。ところがね、人間はそれだけではダメなの。中に心が入ってないと人間じゃないんですよね。キューピーさんみたいなもんがね、それはしょうがない。やっぱり心が入ってなきゃダメだ。その心は、そんなら誰が入れたんだ。これは仏がその心を入れたんです。仏は心はね、これは何にも形も何にもないですからね。仏っていうか絶対無限と言えばいいんですがね、絶対無限というのは物質じゃありません。だから形もなければ色も匂いも味も何もないんです。そうならないんだということになりますけどね、そうではないね、あるんです。これがね、皮肉で言いますとね、人間がよく悪口言いますがね、あいつは臭いとかね、あいつは家庭だとか、あいつは渋いななんて言うでしょう。だから絶対無限にもそういうのがあるかもしれませんけど、まあ私は冗談で今言ったらこれはありませんわな。とにかくそういうことで絶対無限の心を、それを人間のその今生まれてきた子供ね、その中にその絶対無限の何もないその絶対無限をね、今度は無限大の心の裁縫があるんです、ね、その裁縫のもっとちっちゃな裁縫、ね、この間ノーベル賞をもらった人がありましたが、あの人ね、原子、今度は原子よりももっと小さな素粒子、それよりももっと小さなって、そんなようなことは盛んに研究していらしたんですけどね、その絶対無限の最近のね、大きなその心の裁縫ですが、その大きな裁縫の中のちっちゃな裁縫を今度内門であったから、生まれた子供は人間になれるってことですな。そういうことです。だいぶこれ変な話になりましたけどね。皆さんもみんなそれで生まれてるでしょ。私は今日はね、絵描きだから、おそらく皆さんは絵を描くこと、絵に関係したことを言うだろうと思っていらっしゃるかもしれないと思うんです。だけどもね、私今日はね、絵描きのことはちょっとも言わないです。それはなぜかというとね、皆さん方があまり偉すぎるからね、そん
な人の前に絵のことぐらい言ってたのはね、申し訳ない。だから私はそうでないことを言おうと思って聞こうとしたんです。だからそういう点で、まあ、変なこと言うと思っても我慢して聞いててください。年取ると少し不動になるかもしれませんけどね、その人間はね、生まれたけれども、生まれてどうするのかというと、だんだん今度は産んでもらって育ててもらうと、がというものができて自分だというものが分かる。それと自分のものだと思ってこれを無茶苦茶に使っているかもしれないけども、そうではない。それを作った絶対無限は目的があるんです。どういう目的があるかというと、この社会にこういうものを一人作って、そしてそのものにこういう仕事をやらせる。そうするとそれは何年かやらせていくとだんだん熟練してうまくできるようになる。それを何年か何十年かやらせると、それが80年でも100年でもいいですがな、そのくらいやらせるとますます上達して、その上達したそれがその地方のその地方に貢献すると、このくらい貢献できる。そうするとそのものがこのくらい発達する。このものにはそれをやらせておく。また他のジャンルのことはまた他の子供を作って、そしてそれにまたやらせればいいということで、もういろんなジャンルをね、どんどんとこう作って人間をどんどん作る。そうしてはその目的に合わせた運命を与える。そうするとその世の中もだんだん立派ないい国になっていくと、こういうことです。それを目的で絶対無限は人間を作るんです。